どうもこんにちは、太郎にお任せ太郎です。今日はですね、ディズニースタジオ100周年記念の作品の、ウィッシュを見てきました。現在12月16日、動画出るのが12月17とかだと思うんですけど、まだ見てなくって楽しみにしていて、前情報を仕入れたくないなって方はごめんなさい。ちょっとブラザーバック推奨ですね。ちょっとこう見るか見ないか悩んでる方に関してですね個人的にはおすすめできない作品だったかなと思っています。はい。で、良かったところを挙げるとすれば、同時上映でディズニープラスで配信されている Once Upon a Studio っていうね、なんか短編、100周年記念の短編が、劇場で見れるので、その点はものすごく良かったなと思います。はい。これからですね、感想動画ということなので、ネタバレ全開でいろいろ喋っていこうと思っております。基本的には酷評になっちゃったかなって感じなので、そうですね、あんま嫌な意見聞きたくないなって方もブラウザバックいただければなと思います。いいですか？すいません。ちょっとこれダメっすね。ダメでしたね。というのもですね、いっぱいいろいろあると思うんですけど、総評としては、すべてを間違えた映画でした。はい。多分、ピノキオの曲の When You Wish Upon a Star をモチーフに映画撮ろうぜ、100周年だからっていうところからスタートした映画だっていうのは分かりました。はい。で、サムネにも書いたと思うんですけど、この映画、タイトルを When You Wish Upon a Star にしなきゃダメな映画だったんですよね。そこを、なんでしょう、ラストの、おじいちゃんのね、When You Wish Upon a Star をこう弾き語るみたいなので、ラスト締めるから、そこの感動に合わせて、なんかプロモーションであんま言わない。これは When You Wish Upon a Star の映画化ですよみたいなことを言わないっていう風なプロモーションになってるんですけど、絶対言わなきゃダメだったし、で、逆にそこを言わないようにしようとした結果、マグニフィコ、敵の王様？願いを集めてる王様が悪役だっていうのを最初からプロモーションで含めないと、ストーリーのフックが一切作れないから、予告でそこは隠せないという判断をした。もうこれもう間違い。だから、なんでしょう。いや、わかりますよ。それは映画分かってる人からしたら、どうせこの白いおっさんが敵なんだろうなっていうのはわかるけど、ダメ。一応そこはいい人だっていう風に、その作中で出てくるんだから、プロモーションで悪役だって言っちゃダメだよ。うん。それはダメなんだよ。プロモーションの間違いは、マグニフィコが敵で、星に願いをの映画っていうところを隠したところ。これは星に願いをの映画ですって言っといて、マグニフィコが敵っていうのは隠すべきだったなって思いましたね。はい。まず、そのプロモーションの間違いね。で、これもね、申し訳ないけど、これシュレックの劣化です。劣化版シュレックですね。彼女に、昔のディズニー映画は、絵本、おとぎ話の絵本がページめくれて話が入っていくみたいな演出が結構あって、で、シュレックはそのおとぎ話のページを破って鼻をかむっていうことで茶化したシーンがあったよねみたいなことを言ってたんですけど、もうそれ話聞いた段階で、それシュレックの方がじゃあいいじゃんって思いますよね。だって要はベースの伝統みたいなのがあって、それを超えていく演出を入れることで、これはその上のレベルの映画ですよっていう話じゃないですか。でだからその伝統そのままやろうとしたから、シュレックの劣化だよねみたいな感じで、あとね、演出面もですね、ピーターパンもどきみたいなのが出てくるんですけど、原理的に問題あるんですかね。だって自社でしょ。だからさ、シュレックではシュレックにシンデレラっぽい人が出てきたりとかね、ピノキオっぽい人が出てくるとか、ピーターパンっぽい人が出てきておとぎ話でディズニーを茶化すみたいなのをピーターパンとは言わずにやるとか、そういうのはまだ
わかるけどさ、自社のコンテンツなのになんかシュレックよりもなんだろう、ちょっとこうピーターパンっぽいなみたいな、なんか喋るウサギちょっとジュディっぽいな、ずっとピーのジュディっぽいなみたいな演出入れてくるんですけど、いやじゃあ出せよ普通にピーターパン何を恐れてるんだろうみたいな、権利的に使えないとかあるんすかねみたいな感じじゃなかったですか。喋るウサギがちょっとジュディっぽい声がするみたいなのも、いやじゃあそのまんまジュディ出してくれよみたいな。しかも間が悪いことに同時上映でやってたワンスアポンアスタジオの方で本人たち出てきてるから、ワンスアポンアスタジオでやったことの5000万倍に希釈したみたいな映画が出来上がってたって感じですね。なんかおかしいよねっていうなんか何かがおかしい映画でしたよね。もうね、何が間違ってるかは最後のエンディングを見ててちょっともう完全に理解したんですよ。っていうのもなんかエンディングでなんか星座になぞらえて過去のディズニーキャラクターとかがいっぱい出てくるんですよ。なんでしょう、経営層とかそのいろいろな判断をする人たちが完全なる間違いを犯してるのはディズニー社のディズニー社に対する解釈なんですよ。自己認識が完全に間違ってるんですよ。だってさ、エンディングロールに出てきたエルザを見てさ、アナ雪面白かったなって思うのやっぱやばいじゃん。なんかね、ちょっと考え直してほしい。考え直してほしいっていうか、あなたはわかんないけど、あなたはディズニーの頭を張る資格はない。絶対ない。その、ディズニーを愛してない。あの映画を作った人は。ディズニーが何たるかは分かってない。今まで俺たちを毎年毎年楽しませてくれてきたディズニーの本質を完全に間違ってるっていう感じがしましたね。だからその、なんでしょう。ディズニーと言ったら、When you wish upon a star じゃないみたいなことを言ったんでしょ。多分。いや、そうかもしれないし、別にそこから出発するのは別に悪くないと思う。でも、そもそも自分たちが自分たちのことを理解してない。別にディズニーって、そのおとぎ話だからみんなが好きだったわけじゃない。別にその、動物が喋るからディズニーなんじゃない。別に動物が出てこない、動物が喋らないディズニーだってあるし。何がその、ディズニーをディズニーたらしめてたか、僕らがいつもディズニーの映画を楽しみにしてた理由っていうのは、いつも僕らを楽しませてくれてたし、新しいことをしてきたから、今までの自分たちを超えてきたから、やっぱり楽しみにしてたし、アナ雪がヒットしたところには、もちろん歌は最高だったけど、王子様否定みたいなのもあったじゃないですか。自分たちで自分たちの伝統を壊していく。その積み重ねだったはずなのに、100周年で、全て無駄にした感じがしましたね。今ディズニーで、頭張ってる人は、ディズニーっていうのは子供向け映画で、動物とか植物が喋って、なんだかキラキラしてて魔法が使えて、で、女の子が踊って歌を歌うものだって認識してる。絶対違うから。もうちょっと自分たちの会社の映画をもう一回見直してほしい。一から短編からなぜディズニーがディズニーになったのかをもう一回自分たちで勉強し直して、もう一回短編からスタートした方がいいレベルの稚拙さでした。はい。ちょっともう切れ気味ですね。ちょっとストーリー振り返ってみたいなと思うんですけど、最初からなんか多様性推しみたいなところが満載で、ただ別にそこはいいかなって思ったんですよ。魔法によって支配されている、だから王様のマグニフィコっていうスーパーカリスマ王様みたいなのがいて、その人のおかげで平和が保たれてる国だから、
どんな人種でどんな文化持っててもそこに来れば平和に暮らせますよっていう国がありますと。そこにはいろんな人がいろんな人種が来てるから多様性満載、別にいいでしょう。設定がそうなってるんだと別にそこはいいよ。別になんもない指摘は何もないんだけど、だからその別にいろんな人種がキャスティングされてるそのアニメだけど、アジア人もいるし白人もいるし、なんか身長低いやつもいるし、でなんか主人公ちょっとこう褐色だったりみたいな、別にいいよ。そこは別にそこは責める気はない。でなぜその平和が保たれてるかっていうと、マグニフィコっていう魔法使いの王様がみんなから願いを借り受けて、それを月1で叶えていくけど、その段階でそのマグニフィコはその願いのね内容を確認して、平和を脅かす可能性があるものを全て排除した上で叶えていっていたから、国の維持に対して良くない夢を抱いていた場合はそれを叶えないっていう形でその国を成り立たせてたっていうのが設定なのね。で実を言うと僕はそのマグニフィコの思想に対して一理あると思ってたんですよ、そう見てる時に。で実際問題現実の世界で置き換えてみれば、アメリカンドリーム、ウィッシュじゃないけどアメリカンドリームを抱えていろんな人種いろんな文化の人が集まったアメリカの今の現状を考えると、黒人が差別されないで生きていける世界を作るんだみたいなことを願った人から、それを取り除いちゃって自分で管理しちゃって、その反乱とか平和が脅かす種を全て積んで、自分の願いが叶っていないという事実そのものを奪う。自分は夢をいつか叶えてもらえるんだっていう希望は与えられるけど、その夢が叶っていない絶望状態を解消するっていう、なんかもちろん魔法の世界では話ではあるけど、そういった解決策は一理あるっていう風に若干の納得をしちゃったわけね。その時点ではマグニフィコの登場シーンというか、そのマグニフィコ流の国の維持の仕組みに関しては一理あるというのを僕は思ったんだけど、それに対するアーシャの主張はないよね。ゼロだよね。いやなんかあんま詳しくないですけど、アーシャはなんかそういったこう活動家モチーフらしいですよ。その活動家の最初のワンステップは真実を知ったからなんだよね。おじいちゃんの夢は100歳になったおじいちゃんの夢は叶えてもらえないという真実を知ったから反乱してるだけであって、何か代案があるわけでもないし、言ってしまえば俺はね、マグニフィコ18歳未満の夢も奪っとけよって思ったわけ。その時に18歳まで願い奪わないのはマグニフィコ優しすぎるって。それはもう18はもうダメだよね。ちょっと遅すぎだよね。もしちゃんと考えてやばいその思想とかを先に奪うんだったら、12ぐらいから取らないとっていうところにちょっとってなったね。真面目に考えるとね。で真実を知ったアーシャはそのおじいちゃんの夢を取り返してあげて、おじいちゃんが自分で願いを叶えようってなるみたいになるんだけど、そもそもアーシャは自分で願いを叶えるべきであるって思想の持ち主じゃないんだよ。そもそもがもともとマグニフィコを信頼してたし、マグニフィコに普通に夢を託す気満々でいたわけ。大好きだったわけよ、この国の仕組みを。なのに自分のおじいちゃんの夢が叶えられないという真実を知ったから反乱しているのであって、別に彼女自身に熱い思いとかがあるわけではない。でもさ、活動家モチーフでそれってめちゃくちゃ活動家のこともさ、卑下してない？貶めてない？あいつはだから何もないんだって。活動家が活動家のことを理解してないというか、活動家って何なんだって思うじゃん。多分グレタさんとかってさ、何か熱い心があるからやるんじゃないの？何か熱いウィッシュを持ったからこの世界を変えようっていう、こう自発的にやるものだと思ってたら、なんか自分たちが知らなかった、なんか知らない陰謀を知ったから私たちは活動するんだみたいな形で活動家ってなるんだ。もうその時点でもう
ダメなんだよ。違う、受動的じゃん。何か、それこそ活動家なんてウィッシュ大事じゃないの今の現状に対して、こういう風に世界を変えたら、もっと良くなるはずだっていう自分の熱い内なるエネルギーの発散じゃないんだっていう。ね、もう、だから間違いまくってんだけど。で、まあ、マグニフィコに対する、何か代案とか、国の統治に関する、反対意見がないまま突き進み、スターが出てきて、なんか、そいつの粉を振ると、動物は喋るようになるし、キノコが歌を歌う。白雪姫みたいになんか鳥たちと歌うみたいなさ、そういう感じになるんだけど、なんなんこれみたいな。そういったね、ディズニー風の演出になっていくものとかが、成り立つのは、そのディズニーを題材とした映画ですっていう風に言わないと成り立ってないんだよ。だからウィッシュじゃダメなの。When you wish upon a star ですって言ってからそれやらないと、ウィッシュっていう単品作品の文脈の中であれを突然やられてもわけがわからないわけ。だからディズニーっていうその歴史と地続きですよっていうのを宣言しないといけないタイトルでしなかったせいで、どこから湧いてきたのかがわからない変な魔法ができてきちゃった感じだよね。その後の、プロットとしては、おじいちゃんとお母さんの夢を取り返して自分でその夢を叶える方向にシフトしていこうぜみたいな形だよね。だからここでマグニフィコの代案になってないんだよ。マグニフィコはあらゆる人種がみんな一堂に会して平和に暮らしていくにはある程度自由な願いっていうのを制限して、でも希望は持たせてあげて統治するっていう主張を持っているのにもかかわらず、アーシャはじゃあそのマグニフィコが願いを奪わなかった場合はどうなるかっていうと、その願いが国に対しての不満を爆発させたり反乱を起こすって形で治安が悪化するっていうことをマグニフィコは分かってたから願いを奪ってたんでしょ。おじいちゃんの歌を歌って人の心を感動させるんだみたいなね話も、それを叶えさせられないっていう風に考えていたのは、その歌で影響を受けた人たちが感化されて何か反乱的な動きになったりだとか、歴史上で歌って革命を鼓舞したりする歌とかもあったわけじゃん。でそういったことになる危険性をマグニフィコは排除するためにおじいちゃんの夢は叶えないっていう風にやっていたよね。ちょっとプロットの話に戻そうか。いつも一緒に過ごしてる友達と一緒に革命活動みたいなのを始めちゃうわけだよね。その歌を歌ってさ、革命だみたいな。でそれさ、やっぱマグニフィコ合ってたじゃん。マグニフィコがおじいちゃんの歌で何か感化されて反乱とか起こっちゃうんじゃないのかみたいなところをさ、そんなおじいちゃんはそんなことしないって言ってたけど、自分が歌で友達を鼓舞して反乱活動に参加させてんだよ。だからマグニフィコ合ってるっていうことになっちゃうんだよ、作り方をしちゃうと。そこは間違ってんだよ。最終的にね、マグニフィコ VS アーシャみたいな形に今なっていくと、大広間に集まってるみんながウルトラマンティガードの最終回みたいに光になるみたいなね、スターになっていって、そのパワーでアーシャがパワーアップする、グリッターアーシャになるみたいな、ね、話だったけど、村人的にはさ、マグニフィコ勝った方が良かったんじゃないの？だってね、平和維持されてたはずじゃん。あの戦いを見てたら、マグニフィコが正義でアーシャが反乱分子に見えるはずだったのに、普通にアーシャみんなで応援して歌い始めてパワーアップするみたいな。あんま言いたくなかったけど子供騙しだよね。最初の話というか話戻るけど、ディズニーに対する解釈が子供騙しであるっていうことが露呈した作品だったんだよね。でそういった意味で普通に0点だから、映画は。だから自分たちのディズニーに対する解釈が完全に間違っているということを表現した映画だったなって感じですね。本当に白の浅い人たちが作った映画に見える。だから何も別に伝わってこないし、子供騙しだから子供にも当たらないんだよ。なんで俺たち子供だった頃からさ、ピーターパンとかが好きだったりとかさ、何度も見てたのは、あの映画が子供騙しじゃないからなんだ。感動する名作だから俺たちは見てたし、感動したし好きだった。
子供騙しを作ってきたんじゃないの、ディズニーは。頼むから、ディズニーの経営者とか経営陣はもう一回自社の映画を一から全部見直してほしい。多分見てない、あいつらは。なんかディズニーってこういうのだよねっていう、ディズニー映画は好きじゃないけどディズニーランドに普通に行って楽しんじゃう層と同じレベルの認知レベルで多分自分たちの会社を解釈してるから 100% 間違ってるんだよ。ほらゴジラがさ、ゴジラマイナスワン、僕今回人生初めて1万回再生回りそうで非常に嬉しいんですけど、レビュー動画ゴジラマイナスワンが日本からアメリカ行ってヒットしててみたいな。で今記録塗り替えてて、でウィッシュはなんかちょっと低空飛行からスタートしててみたいな。当たり前じゃん普通に。全然 100% ゴジラの勝ちだよ、あんなの。だからさ、どっちもさ文化がある、今までの伝統がある作品じゃん。難しかったと思うよ、100年分の伝統はさ難しかったと思うけど、その伝統にちゃんと石1個ちゃんと積み上げたゴジラマイナスワンと、まず自分たちの石の積み重なったその塔が見えてないディズニーの謎の石っころじゃ、それは天と地の差よ。勝てるわけないじゃんみたいな。絶対ウィッシュよりゴジラの方が楽しいもん、面白いもん。なので、総評としてはいろんなことを間違えたよねと。ディズニーとは何かの定義の間違い、これがもう全部の多分発端。ディズニーとは何か、俺らが知ってるディズニーはいつだって新しいことをしてくるし、いつだって俺たちのことを楽しませてくれたし、いつだって何か本当にこの映画見てよかったなって気持ちにさせてくれるような何かを残してくれてた。いつも新しいことをして、いつも俺たちを楽しませてくれてたっていうことを忘れたディズニーが作った、変なお得意話のお話でした。はい、非常に残念ですね。なんかまたいい映画作ってほしいなっていうウィッシュを込めてですね、今回の動画は終了させてもらおうかなと思います。そうですね、本当はいいこの感動を共有したいってタイプの動画を撮ろうと思ったんですが、非常に酷評になってしまいました。ちょっと今後はね、感動したやつをちゃんと動画撮って一緒に感情を共有したいなと思うんですけど、チャンネル登録、高評価お待ちしております。太郎に任せ、太郎でした。他の動画もお楽しみください。